この物語は老人ホームで介護士として働いてきた後、47歳で看護師に転身、多くのお年寄りの看取り、家族の死、次々に大切なものを失い続けた私がもがきながら、ある出来事、そしてある一本の動画との出会いから人に喜ばれながら大切なものを見つけていくある動画作家の挑戦物語。1966年3月31日、埼玉県川口市で生まれる出版社勤務の父、体が弱く優しい母、2人の弟、そして私の5人家族。母はことあるごとに、お姉ちゃんなんだから我慢しなさい、お姉ちゃんなんだから弟の面倒見なさいと言ってくる。長女って損なんて思っていたけれど、お姉ちゃんには自分の部屋を作ってあげるね、お姉ちゃんには一番多くお年玉をあげるねと得したこともあった。母は体が丈夫ではなく、頭が痛い、体がだるいと言い横になることが多い。いつしか長女として家族を守らないと思うようになった。我が家に保護した子猫を迎えて家族が増えた。猫を育てるうちに家族の笑顔や会話は増えていった。愛しくて愛しくてたまらない存在。猫は家族に癒しを与えてくれた。猫のいない生活が考えられなくなり、愛病がなくなるとまた猫を迎える生活を送った。しかし母が脳出血で入院。退院しても家事が難しくなった。母から学校を辞めて家事を手伝ってほしいと懇願された。会話を聞いていた主治医が、勉強はまたいつでもできるけれど親の代わりはいないよと言った。その言葉が胸に刺さり、中退を決意した。母は2年ほどで回復し、家事が一人でできるようになった。私は社会復帰のため医療事務の勉強をし、叔父の開業医を手伝うことになった。その後お付き合いしていた彼と結婚の話になり、彼の親と会う時が来た。すると、うちは学歴重視の家系で高卒だと反対されるかもしれないよ。銀行員って高給取りになるんだよ。僕と結婚したいのはお金目当てじゃないのと言われた。悔しい。その瞬間に一瞬で愛情が冷め、彼とは終わりにした。代わりに貯めた結婚資金で介護福祉士の学校へ行った。卒業後は特別養護老人ホームに就職した。介護の仕事はやりがいがあった。しかし肉体労働不規則勤務でヘルニアと膝の軟骨が潰れ、痛みが出現。このままでは続けられず、ケアマネージャー職に移動したが、母が脳梗塞を発症。仕事が多忙すぎて、母の介護との両立が難しく、燃え尽きてしまった。疲れた、もう休みたい。そんな時、訪問看護師の所長さんが、基礎はできているのだから、あとは医学の知識があれば完璧じゃない。看護師になりなよ。給料はいいし、仕事はいっぱいあるよ。3年間専門学校に行って国家試験に合格したら正看護師になれるわよと勧められた。頭の中で医学的知識を得て完成されたエキスパートの自分の姿が浮かんだ。そして老人ホーム11年勤務分の退職金で看護学校に入学、国家試験を無事に突破、めでたく正看護師になった。看護学生3年目、4つ下の弟が癌になった。胃がんで進行がとても早い。私は弟を家で見とった。弟が私の患者第1号になってしまった。その4年後、今度は脳梗塞と脳出血を繰り返してきた母が人工透析の末に80歳で行ってしまった。看護師になっていたので、母のことも家で見とることができた。しかし母を失った父は精神的に参ってしまい、翌日からおかしくなった。今度は父の介護が始まった。どんな時も私をずっと
精神的に癒し続けてくれた愛猫たち。猫の平均寿命は12歳から18歳程度。猫たちも次々と看取っていく。仕事でお年寄りを看取り、プライベートで弟と母と愛猫を看取り、一体私の人生は何なのだろう。大切なものを失うばかりの人生。そんなのいいはずがない。2026年、私は猫専門の作品を作る猫作家森岡聡子に生まれ変わりました。実話をもとに森岡家の家族と猫たちの絆の物語を作りました。実際の作品を YouTube で公開中です。実話をもとにした絵本森岡さんちの猫全3巻読み聞かせ、ホワイトボードアート版森岡さんちの猫、油絵、アクリル画、水彩画のアート作品動画、YouTube で森岡さんちの猫または猫作家森岡聡子と検索してぜひ動画をご覧ください。チャンネル登録と応援をいただけるととても励みになります。今すぐ視聴ボタンを忘れずに。